アニョハセヨ。韓国在住ローカルグルメ YouTuber のカオです。今回はこれまでに訪れたソウルのローカル食堂の中でも特に美味しくて何度も訪ねている店だけを10軒紹介します。どこも安くて美味しくて地元の人に愛されるいい店ばかり。懐かしい韓国らしい雰囲気とともに味わってもらえれば嬉しいです。ヨンドゥンポの路地の奥にありながらお客さんが行列を作る豚カルビの名店。그럼 돼지갈비 2개랑 공깃밥 하나 주세요. 물 조심하셔야 돼요. 豚カルビ2人前。タレ漬けなので焦げやすく焼くのが難しい豚カルビをここでは全部焼いてくれる。どうめっちゃ美味しい。おっしゃ。しっかり厚みもある。甘すぎない薄味の醤油だれが全体にじんわり染みていてとってもジューシー。それでいていい弾力もある。めちゃくちゃ美味しい。お店の人が味に誇りを持っている。すごい、もうご飯なくなったね。私が美味しいと思う豚カルビは肉に厚みと弾力があってジューシーで甘すぎないタレで肉が適度に熟成しているもの。ここの豚カルビはかなり理想の味。店の雰囲気も老舗らしさがそのまま残っていて肉がより美味しく感じられる。サンチュで巻く。一緒に巻くサムジャンにはナッツと青唐辛子が入っていて普通のサムジャンより香ばしくて食感もいい。豚カルビ 300g2 万ウォンは安くはない値段だけどこうして美味しく焼いてくれたりサービスで単品級のテンジャンチゲも出てくる。このテンジャンチゲ青唐辛子入りで結構辛いんだけど牛肉もしっかり入っててテンジャンが濃厚でこれだけでも食べに来たいくらい美味しい。思いかけないところで出会ったヤンニョムケジャンも嬉しいしその他のささやかなおかずも丁寧に作られている。肉好きな息子に感想を聞いてみた。어떤 이해? 그러니까 그러니까 롱프라이 아기살에 롱프라이 약간 아까운 거. 確かに焼き方の解説があったり店の人が焼いてくれるあたりこだわりが強い。そしてびっくり、すでに満足なのに豚の皮2枚もサービスで出してくれる。こんがり焼いてハサミで一口大に切る。油がチリチリ言い始めたらきな粉をつけて臭みは全くなくてねっちりした食感、ほんのり染みた醤油だれ、噛みしめる楽しみがある。味にも接客にも誠実さと誇りが感じられる名店です。ところで常に行列なのでウェイティング方法について聞いてみた。ウェイティングは朝9時過ぎから店の外に出ている機械に登録する。
まず言語を選んで順番待ちをタップ。すべてに同意して次に行くと電話番号を入力。韓国の番号がない場合、0を8桁入力して待機番号をゲットします。詳しくは概要欄に書いておきます。いいお店です。東大門駅一番出口から東大門を横目に雑然とした路地に入ってまっすぐ歩いていくと今から食べられるとも知らずにのんきに横たわる豚の絵が微笑ましい豚足屋さん。入るとすぐに煮えたてでプルップルの豚足チョッパルが小さな店内だけど店の向かいにはここより広い別館がある。メニューはチョッパルの大と中。大は量も多く腕肉使用、中は少なめでもも肉使用。適度な脂のある大を注文するつもりが出来たてだからもも肉も赤身まで柔らかいよと中を勧めてくれた正直なサジャン님。 그러면 준짜하고 야채 비빔밥 주세요. 깜빡. 진짜 양이 많죠? 네. 감사합니다. 네.ツヤプルンプルンよほかほかよめっちゃ美味しそう。つやつやに光って圧倒的な存在感。すごいねすごいね。すごいねあ、すごい。いや、つやつやねうわ、美味しそう。このままいってみ。めっちゃ美味しいめっちゃプルプルなのよプルプルだけど油っぽくない。プルプルの脂身、ホロホロの柔らかい赤身にほんのり甘い秘伝の醤油タレが染み込んでいる。めっちゃました。こんな赤身も美味しい。ねえ、マスター。うわ、美味しい。サムジャン、肉、干し大根キムチ。爽やかな産地と大根のコリコリ、それに負けない肉の存在感。柔らかいね。うわ。めっちゃ美味しい。柔らかい。煮えたてだから、こういう赤身も全部美味しいね。チョッパルのお供に野菜ビビンバ。手で混ぜる。中にご飯入ってるんだね。でも野菜の量すごいね。すごいね。먹을만큼만お皿に取り分けてくれたのはサジャン님じゃなくてテイクアウト待ちの常連アジョッシ。さっきから私たちの食べ方がもどかしかったらしい。普通のナムルよりヤンニョム少なめであっさりシャキシャキ野菜のビビンバ。柔らかくコクのある肉と相性が良さそう。野菜シャキシャキしてて美味しい。
ビビンバに肉を乗せて、ご飯にシャキシャキ野菜にプルプル肉。この食べ方最強。テーブルすぐ横の大きな寸胴で次々に煮えるチョッパルがテイクアウトでどんどん売れていく。普段はチョッパルよりポッサム派の私もすっかりハマってしまって、思わずテイクアウトして帰りました。もはや説明も必要ないソウル食べ歩きのメッカ、クァンジャンシジャン。その中でおそらく目にしたことのある人も多いであろうタラ鍋専門店。メニューは店の前で仕込むタラと白子と卵とセリを辛い海鮮スープで煮込んだタラ鍋一品のみ。店に入って席に着くと、人数分のタラ鍋テグタンが運ばれてくる。山盛りの新鮮なセリ、その下には白子、卵、タラの実がゴロゴロ入っている。しっかり旨味の出た海鮮スープ。白子に卵に豆腐。白子を醤油につけて。韓国でよく食べるこの形の白子は淡白な味わいとプリッとした食感が魅力。大きなタラの実、新鮮で柔らかくてホクホク、じんわりしみたスープの味もいい。タラの身がすごい美味しいね。あれすごい。卵がみっちりと詰まってる。ああ、そうだね、辛めだね。白子に干しエビが挟まっている。この干しエビやカニのハサミなども使って出したらしいスープは、すっきり味のタラ鍋とは一味違うコクがある。スープめっちゃ美味しくない？普通の刺身屋さんのメロンタンよりこっちね。美味しい。量かなり多いよ。ここかなり白子とあれ食べたやろ。 언니는 진짜 많이 먹어. いつの間にか聞いてた。この大きな豆腐、柔らかくてほんのりした豆の甘みが感じられて美味しい。これめちゃくちゃ美味しい。これめっちゃ美味しいよ。よく熟成しているけど酸っぱくない大根キムチも美味しくておかわり。美味しいものだらけのクァンジャンシジャンの中でも長年愛され続けているのには確かに理由がありました。カンナム駅すぐ近くのチョンリュビョク。ここに来る理由は私の大好物、エゴマ油混ぜそば、発酵唐辛子の和え物、あっさりキムチ、大根漬け。来た。ふんわりそばと、それから醤油ベースのタレ、そして絞りたてのエゴマ油がかかっている。上にはさらにごまと海苔がかかっています。しっかり混ぜて。
口に入れた瞬間からエゴマ油の香りとほのかなそばの風味が口から鼻までいっぱいに流れ込んでうっとりする。香りがすごい。食べるとその風味口の中にわーって広がって、めっちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。後味でエゴマ油とごまの甘みが残る。このタレは、薄い醤油ベースなんですけど甘くなくて、だから本当にそのそばとエゴマ油とごまの香りがすごい引き立つ。味付けはすごい最小限って感じで、それがすごい美味しい。私はとにかくこのエゴマ油そばが好きで、いろんな店で食べてみたけど、素材の風味がしっかり生かされているこの店が一番好き。そばは10割そば。酸化しやすいエゴマ油は毎日店で搾りたてのものを使っているのも最高だ。これハマる人はめちゃくちゃハマると思います。味覚を刺激する味じゃなく、香りや食感でじわじわとその美味しさに引き込まれて、毎回残り少なくなってくると寂しい気持ちになる。そのくらい好きな麺です。鉄板を語るならまずここは外せないソウルの鉄板屋最高峰との呼び声高い店を訪ねる。行列のできるお店なので開店30分前に来てみた。厨房にはご主人中心に朝早くから手作りするおかずとスープ、魚も焼く準備が整っている。席について開店時間まで待たせてもらう。メニューは日替わり鉄板のみ。注文しなくても人数分運ばれてくる。Sir, battery kayo? Buli battery kayo?これかもしれない。 Yeah. Bugit. Yeah. 今日の鉄板、焼きサンマ、きゅうりの和え物、緑豆もやしナムル、浅漬けキムチ、干しエビと干しだら炒め、レンコンの煮物、セリのナムル、辛い大根なます、天ジャンスープ。ご飯は麦飯を選んだ。まずは天ジャンスープで胃を温める。干しエビで出汁を効かせたしみる味。浅漬けキムチは新鮮でご飯を呼ぶ味。麦飯のプチプチした食感もいい。セリのナムルは香りと歯ごたえがしっかり生きている。全体的に優しくバランスの取れた味付け。甘酸っぱい大根なますを挟むとまたご飯に手が伸びる。粉をまぶして多めの油で揚げ焼きにしたサンマ。皮は薄くパリッとして身はふっくらといい具合に焼き上がっている。美味しい鉄板屋さんとは安心感のあるお店だと思う。おかずは素朴なものばかりだけど、お母さんが家族に食べさせるように丁寧に作られていて味にもブレがない。いつ見てもエネルギーに満ちているこの店のご主人が作るおかずは、乾物のうまみや香味野菜の風味を取り入れる工夫が凝らされている。手をかけて作られたおかずが9種類、日替わりで出てくるこの定食は、その日によってちょっと豪華な日もあれば、今日みたいに落ち着いた構成の日もある。こんなにお野菜を美味しく食べられて、ご飯もとっくに完食。心も体も元気になれる、毎日でも食べたいご飯だ。赤い不動産の建物を曲がると、ひっそりと立っている古民家。手前が漢方医院で、奥が焼肉屋、
古い韓国古民家を使っていていい雰囲気。特に人気のサムギョプサルを2人前、豚カルビを1人前注文した。突き出しの数がすごい。わあ、すごいね。すっごっ。わかめと大根の酢の物、きの煮物、ニラサラダ、きゅうりのキムチ、ニンニク、サムジャン。なんだろう、大根？大根か。エリンギの炒め物、豆もやしナムル、ネギのキムチか。チンか？キムチかな。ナスの炒め物、ヤンニョンケジャン。うわすごい。サムギョプサル2人前、豚カルビ1人前。サムギョプサルを敷き詰めていきます。薄めに切ってあるけど、断面を見ただけで弾力とジューシーさが伝わってくる。あ、いいね。いいね。塩ごま油につけて、噛むたびに肉汁がはじける食感。サムギョプサルなんて大差ないんじゃね的な概念を。サムギョプサルだけど皮が残っててさ、皮がすっごいもちもち。弾力がある。みんな、どうしましょう。食べ物の選択肢が多すぎて、どうしていいかわからん。めっちゃ肉美味しい。おかずも一つ一つ味がいい。素晴らしいね。サンチュにお肉、サムジャン、ニラ、巻いて。肉が美味しいから肉の存在感もあって当然美味しい。美味しいね。巻いても美味しい。でもやっぱりこのまま食べるとごま油が香ばしくて肉の美味しさが際立つ。おかずはすごい美味しい。すごい。肉も美味しいんだけど。肉も美味しいけどおかずも美味しい。こんなにいっぱい。すごいね。ソウルでこれはすごいよ。しかも肉高くないよ。すごくない？めっちゃいいよ。それ並ぶわ。おかず美味しいよね。そのものも美味しい。どれ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 。すごいんだけど。めっちゃ美味しい。ちょうどいい濃さの甘辛いヤンニョムとねっとり熟成したカニの身が美味しい。肩ロース肉を叩いて切れ込みを入れ、丁寧に下ごしらえしてある。タレで焦げやすいのでひっくり返しながら焼く。めっちゃ美味しそう。2人前じゃない？めっちゃ多いんだけど安いんだけど。私次ベスト版作るときはここ入れる。美味しいもんね、ここね。あと前ナミちゃんと行ったチュクミの店、金庫の方のあそこも入れる。あそこも良かったね。あそこは観光客絶対に行かないけど、でも意外と金庫の近くだから、なんか空
こにさっさと着いちゃって、うんうんでそこからタクシーで行く分には割と悪くないと思ってるね。近いもんね、うんそこからね。甘く香ばしく焼けたいい匂い。絶妙な濃さの甘めの醤油だれがしっかり染み込んでいる。これ肉って感じなんだけど。マジで？うん。これ肉って感じじゃない？なんかヤンニョムの酵素でめちゃくちゃ何かが分解されてる気がする。柔らかいね。柔らかい。うまっ。あ、ほらほらこの。味も濃すぎず。サンチュに負けない。もったいなくて。アクセスめちゃくちゃ悪いけど、ここは私来る価値があると思う。頑張ればタクシーにいいから歩けるけど全然。でも10分ぐらいかかるのかな。肉も美味しいし、おかずもたくさん出て美味しい。古民家で雰囲気もいい。すごくいいお店だった。金浦空港からタクシーで5分。近年日本でも大人気の飯田子チュクミのお店。30年続くローカル店。チュクミは国産。新鮮でピンピンした大量のニラ。ニラチュクミとニラサムギョプサル1人前ずつ。あ、めっちゃいい匂い。ごま油のすごい香りだ。すんごいニラだね。すごいニラだね。ニラ大好き。大好き。ニラの山の下にチュクミと肉が。辛さを中和してくれるケランチン。食べ方が書いてあるので素直にこの通りに食べてみる。1、出てきたらすぐにチュクミだけで食べる。どう半分生、もはや。そうなの。新鮮なやつなんだね。チュクミがすごく新鮮で柔らかい。ほぼ生だよ。甘さ控えめでチュクミの味を生かしながら全体的にコクを加える味付けのヤンニョムが美味しい。コチュカルがしっかり入ってるよね。あんまり餅が入ってるよ。次はこの生のニラとチュクミを一緒に食べるんだね。ごま油の香りを効かせてシンプルに和えたニラともうニラだけで成立する味だね。ニラサラダとして。これ山崩すのかな。崩して混ぜていくんかなこれ。生をちょっと楽しんだ。生ニラをキープしてお子さんに。生ニラ超美味しい。生ニラと食べるの美味しい。すごい。全部いっちゃった。では全体を炒めます。これどうやって混ぜんの？注意深く。こぼさないように注意深く。お気持ちいい。ヤンニョムが当然餅にも合う。すごい。すごい。いやすごいわ。今までチュクミってもうちょっと甘かったりとか、ちょっとコチュジャンっぽかったりってイメージだったけど、ここのすごい気に入った。コチュカレーいっぱいで甘すぎないし。
ヤンニョムは辛ラーメンより少し辛いくらいだけど、ニラと混ざってちょっと和らぐ感じもする。ニラめっちゃ美味しいね。もはやニラを食べているのかチュクミを食べているのかわからないけれど、確実に言えるのはすごく満足。ヤンニョムがめっちゃ絡んでるもん。めっちゃうまい。美味しい。これ電動ヘレ。身もしっかりしてるよね。新鮮だし。あんなにあったニラ食べれるんだね。食べれるね。うまい。10組大きいよ。縮んじゃってないよ。プリプリだよね。プリプリだね。こんだけ熱通しても。ね包まなくても美味しいけど、包んだら包んだでまた新鮮な美味しさになる。ケランチムを入れると柔らかい味になってこれもいい。あとニラとかさ、こんなとこない。見たことない私。ちょっと混ざってるかなぐらい。激うまって言っていいよね。いい、美味しい。やっぱり甘さがないのがいいよね。甘くしないでほしい。甘くしないでほしい。そう。なんかこういう硬派な味付けがいい。いいよね。いいよね。ニラにヤンニョム絡んでめっちゃう美まい味しいね。さっきのは生のは生ので美味しかったけど、めっちゃ美味かった。美味しいね。めっちゃうまいね、ニラ。さて食べ終わったらチャーハン。いくつ頼むか迷って一人前にしたら、ヤンギル。そうなんだ。はチュクミエ완벽한 맛。確かに。確かに。確かに。ちょっと味見。チャーハンは甘めね。もっとよく炒めて少しお焦げもできたところで、いいよね。良くなってきたよね。良くなってきたよね。あ、でもちょっと肉でもニラでも残しておいて、一緒に食べたらより美味しかった気がする。残しておけばよかった。ヤンニョムちょっと絡めたらもっと美味しそうだよね。チャーハン以外にビビン麺で締めるのもありだそうで、どうやら近々もう一度来なくちゃいけなさそうだ。伝統工芸とアートの街インサドン。お土産屋さんや古民家ショップが密集していて、多くの観光客が訪れる街。この細い路地の奥に、私が近くを通るたびに食べに来てしまう店がある。インサドンスジェビ。麺の生地をちぎって茹でる水豚にも似たスジェビの専門店。この路地の奥の奥まで入るのも楽しい。들깨스제비하고 돈돈주 반 주세요. 店の名前にもなっている半アリは、発酵食品などを保存する韓国伝統の壺。料理はすべてこの半アリで出てくる。ろ過していないマッコリに似た濁り酒、ドンドン酒。この壺は美味しい浅漬けキムチ。
はんがりいっぱいに入ったエゴマスジェビ。トロトロのスープの中にスジェビが大量に入っている。ポタージュのようなとろみとエゴマの香ばしさがたまらない。クリームソースを食べている感覚なのに植物性で健康的で重くない。ここのスジェビはよく言われるすいとんのようなものじゃなくて、幅広の麺をちぎったようにつるつるひらひらしていて、スープもよく絡むし口当たりがすごくいい。しゃっきり新鮮なキムチと合間に冷えたドンドン酒を流し込んで、この店にはエゴマの他に煮干しスープのスジェビと辛いスジェビもあるけど、エゴマが好きすぎてこれしか食べたことがない。どれも同じくらい人気だというので、それぞれにファンがついているようだ。ここにキムチを乗せても、まろやかさの中にキムチの食感とヤンニョムの風味がいいアクセント。毎朝煮干しと野菜から取る優しく深みのある出汁にエゴマたっぷりのスープ。壺の中にかなりの量が入ってたんだけど、美味しすぎてどんどん酒飲んだりキムチおかわりしたりしながら、最後まで美味しく食べて、お腹ははち切れるほどなのにスープが名残惜しくなる大好物のスジェビです。4番出口近くのこの店、右側の道を入っていき、市場の食材を売る通りをまっすぐ進む。さらにまっすぐ進み、道が分かれるあたりで左側に看板があるので、ここを入る。少し進むと左側にある焼き魚専門店。焼きサバ定食、ご飯、ケランチン、なんとサバが丸々1尾、もやしナムル、きゅうりの和え物、大根キムチ、練り物炒め、そして天ジャンチゲ。すごいボリューム。焼きたてのサバはしっとりしてて、しっかり脂がのっている。塩加減もバッチリ、すごく美味しい。これに熱々ご飯。韓国では焼き魚にわさび醤油をつける。最初は不思議に思ったけど、慣れると美味しくて、これなしじゃ物足りなくなる。一人でもこのふわふわケランチムがついてくるのがすごくいい。これもご飯が進む。天ジャンチゲまでついて素朴ながら完璧な食事だ。お酢でさっぱりしたきゅうりの和え物と定番の豆もやしナムルで栄養バランスもいい。サバが油じゅわじゅわでご飯と食べると本当に最高。とにかく魚の質が良くて量も多いし、ケランチム、天ジャンチゲとおかず類も充実。アジュンマはちょっと不愛想だけど、すごくいい食堂だ。海苔もあるので、ヤンニョムにつけて巻いてもよし。このパリッと焼けた皮が至福。
2人以上だと魚2種類3種類のセットもあって1人9000ウォンで食べられる。地下鉄6号線京畿中央線ヒョチャンコンウォンアップ駅、3番出口を出て古くからあるヨンムンシジャンの方へブラブラ歩く。この季節を待っていた。ヨンムンシジャン、八百屋や魚屋、餅屋、豚足屋などのお店が並び、近所の人が行き交うのどかな雰囲気の中、安くて美味しい焼肉屋さんや飲み屋さんがあちこち潜んでいる暑いエリア。その中の一軒、豚ハラミ焼肉の店。外の席をゲットした。 뭐든 뭐가 들어있어요? 모든 돼지 막창, 오소리 감투, 유통, 껍데기, 갈매기, 닭가슴살. 모듬은 약간 조금 호불호가 있어서 예예 그러네요. 갈매기나 갈 거도 괜찮아요. 見て超絶安いの分かるこれ。そうすごいっしょ。マジで？うん。そう普通まあ180から200なんだけど、今まで見た中で一番安い。うん。じゃあ買う子ってこってぎちょっとにしてもらって、でそれに多分それでも割と多いと思うんだけど、タンモクサイ食べてみたいからタンモクサイのソグミで行きたいんですがどうでしょう。はい。 껍데기 껍데기. 감사합니다. 하이 깜빡. 아 목살. 와 맛있겠다. 와우. ハラミと皮、갈매기から 外で飲むビールは不思議と何倍も美味しい。いいね。あ最高。こんな幸せないよ。ないよそこで食べちゃいそうだから。つけるのかな？うんかな。うん、おいしい。美味しい？脂肪の少ないハラミは肉質が柔らかくてあっさり、噛むたびにうまみがあふれる。わあ美味しい。ヤンニョムも中までいい感じに味がついてる。味付けが好きだわ。うんね、いいね。あ美味しい。あっさりしてるけど、ヤンニョムの味が本当に中まで染みて美味しい。柔らかいし。美味しい。ヤンニョムはニンニク塩だれみたいな味で、主張は強くないけど肉のうまみをしっかり引き立てている。香ばしく焼けた皮は全く臭みがなく、ねっちりとした独特の食感でほんのりとタレの味が染みている。おいしい。生のニラと一緒に。これも美味しい。ニラも合う。ニラも合う。その食べたらめっちゃ合う。美味しい。きな粉をつけて。未だに不思議な食べ方だけど悪くない。美味しいね。カルメギサル追加が 250g で9000ウォンだよ。60g 9000ウォンだよ。見た中で一番安い。一番っていうかダントツに安い。店の前の席は暖かい季節の夜出現する。今日は6時半から出てきた。玉ねぎと肉があっさりしているので食べ飽きない。ビールが進まん。美味しすぎて。こうやって食べるの初めてだわ。こんなになるんだね。へえ。
かいつもさフライドチキンのあれしか見たことないから。いらんとこな。そうそうこんなに肉があるなんて知らなかった。鶏の首周りせせり肉、希少部位だ。見ただけでいい弾力があるのがわかる。このプルンプルン具合がすごい。おいしい。めっちゃおいしい。プルンプルン。めっちゃ食感いいし、塩だれがすごいおいしい。 이게 잘 안 익으니까. 그래요? 감사합니다. 너무 맛있어요. すごい親切。めちゃくちゃ親切。めちゃめちゃ親切。すごいね、こんなお客さんたくさんいて、2人でやってるよ。ねすごくない？こんな混んでて2人でやってて、めっちゃ親切だえ。よ。すごい気にかけてくれてるんだけど。ジューシーでプリプリで、もも肉などとは全く違う食感。これはすごく美味しい。若干軟骨みたいなものが部分がうっすらあるよね。ああ、本当。コリッとしたところがある。意外にジューシーだね。確かに。確かに。この最高のヤジャンに座れるかは運次第だけど、店内で食べても十分に価値のあるお店。3万ちょんなん。3万ちょんなん。あんなに肉食べて。お腹いっぱい肉食べてビール飲んで。以上、ソウルの本当に美味しいローカル食堂10選第2弾でした。第1弾でもすごくいいお店ばかり紹介しているので、そちらもぜひご覧ください。残念ながらなくなってしまうお店もあるので、訪ねるときには概要欄の地図リンクで営業状況を確認してみてください。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アンニョン。